夫の実家のお墓に入りたくないって言うんですよね。これね、数年前に義理の父ですねが亡くなり、お墓を建てました。特に信仰を持っていたわけではないので、値段と場所で選んだら浄土真宗のお墓の墓園でした。しばらくしてはっと気づきました。私も夫も死んだらこのお墓に入ることになるのだと。私は幼稚園からミッションスクールで育ち、結婚式もカトリックの教会で挙げました。だからお葬式もお墓もカトリックがいいです。全く知らない浄土真宗のお墓になんか入りたくないという思いが日に日に募ります。どうしたらいいでしょう。ちょっとイラッとしてます。大丈夫です。浄土真宗が結構連発されてる。浄土真宗のお墓にちょっと入るのはどうか。多分ちゃんとしたじゃ信者さんでもない。信者さんじゃないと思うんですね。はい。要するにお墓に関して亡くなった場合皆さんどうされるんだろうか。ではお導きを。いろいろ書かれてますけど、じゃあまず旦那の実家の問題なのか明確にです。はい。はい、これ本当にお墓に入るのが嫌なのかどうかっていうようなことをちゃんと問うべきかなと、ご自分自身の中で、キリスト教的に考えると骨はあまり意味を持たないので。どういうことですか。その亡くなった後の、はい、もう骨はもう物質なので、は巻いてもいいし、あはあ、どうでもいいというか。じゃあもうお墓参りということ自体はそんなにあんまりないです。それは教義的にはないですね。ないと言ってもいいんじゃないかな。ただ日本の風習としてお墓参りに行きますし、あと記念会っていうことをやったりはするんですね。年に1回とか2年に1回お墓に行って小さな礼拝をするっていうことはありますけど、やんなくてもいいんですよね。例えばじゃあその亡くなられた方を思い出すのはいいけども、はい、そこのお墓でなんかこうお祈りあげるみたいなことは意味がねえなって思うものですか。やってますやるんですが、やんなくてもいいって私は思っていて。でもともとキリスト教全体がキリスト教がそのお墓に固執してないんですよね。ただ日本人ですから、1年に1回ぐらいはこう覚えましょうって、イースターっていう時にその礼拝をしたりはするんですけどね。信仰的に言うと死んだらもう天国に行って、そこでまた新しい体を得て生きるっていうことを教義としてますので、死んだら別に骨はどうでもいいじゃないかっていう、そういう考え。そうなんですか。彼女がカトリックの信仰を持ってるわけではなく、ミッションスクールで育っているというだけであれば、ますますその必要性がないと。でそれで折衷案として分骨しちゃえばと。分ければ、それだとそうするともう実家にも名目が立つし、自分の気持ちも落ち着くし、これでいいじゃない、どっちでもいいじゃない、どっちでもいいじゃない。はい、じゃあ仏教でも別にその骨に対してそんなになんていうんですか、重要視はもちろんしてないですと思います。本当ですか。親鸞という方も死ねば鴨川に私の一を捨ててくれと、で魚に食べさせてやってくれと言われてますんで、ただそれを後の方が大切にやっぱりそうはいかないって言ってお墓を作ったのがお寺の始まりなんですけども、本来はその信仰上は別にそこに何かがあるわけではないですしね、魂が宿るわけでもないですし、だからお墓参りというのもね行きますけども、そうですね、ここで変なこと言うとそんなに別にそうなん毎日でなんか自分信仰持ってて拝んでるのが大事なんですよ。亡くなった後のご遺体はそこはお祈りはするかもしれないけど、その後骨がなって同行するっていうのはあんまり正直どうでもいいという考えなんですね。何年も何百年も経って誰も分かんなくなればただのね、本当にもう土に帰って土ですから。じゃあ例えば無縁仏になりましたねとかって言って、もうよくブルドーザーでバラバラってこうもう一回なんか更地にしちゃったりしてあるけど、そんなもんでしょ。そうでしょうね、自然に帰って。そうなんですか。本来はそうですよね。だから執着するべきではないんでしょうけどね。そうなんですね。ただ執着するのは人間ですから。ちょっと待ってくださいよ。ほとんどのお寺が墓地を管理して、それがものすごい莫大な収益になってるのがベースじゃないですか。商売的にはあるじゃないですか、進めたりするんじゃないですか。もう私は持ってないから言いたいことですけどそれはいわゆるその
前田さんの立場的にお墓がたくさんあって管理してる立場だとすると、今言ってること全く違ったりするんですか？全然違うかもしれない。ああ、そうなんですか。マジっすか。ちょうどしい主義ですよとか言いました。なるほど。やっぱりお墓は大事ですよとかっていう。すごく相談を受けるんですよ。無縁仏になるんじゃないかとか、お墓作りたくないっていう人がもう年々増えてましてですね。私も結構実はもう作んなくていいんじゃないのとかって言っちゃうタイプでして。ご先祖様を大事にするという考え方っていうのはなんかすごくこう特に日本なのかあるいはこう仏教なのかわかんないですこう教えられたきっかけにありますけど、儒教とかそういう流れがあると思います。本来の仏教とはちょっと違うかもしれないですね。あ、そうなんですか。一応そういう経典は中国で作られた経典あるんですけれども、自分の先祖だけではなく他の先祖も全てが同じ命になってそこに対して供養していくということが本来大事でして、自分の先祖だけとかね、先祖様にありがとう感謝しましょうっていうのはなんかちょっと私はねいつもなんていうんですか。前田さんって今大丈夫ですよこの話はね。大丈夫だと思いますよ。そうですよね。教えはそうだってことですね。そういう教えがあります。ね、まあただ浄土真宗の中でもいろいろ立場いろんな仏教的な教えもありますので、違うという方もいると思いますけど。なるほど。でもこだわる必要もないんじゃないですかね。石屋さんが文句言うかな。大丈夫ですよ。太陽さんは。そうですね、まあ仏教とキリスト教の問題なので、私の立ち入る、私が質問に立ち入る余地はないんじゃないかなと。イスラム教においてはお墓というのは今みたいにどういう位置づけなんですか？先祖供養とかいった考えはないです。お、そうなんですか？ないです。で、お墓自体も非常にシンプルでして、まず基本的には土葬。ご家族にで代々入っていく感じにしとくんですか？決してそんなわけでもないですね。まあ、特に一つの家族が一緒のところに入る必要性はないです。あ、そうなんですか？で、お墓自体もですね、お墓の上に何か建物とか物とかを建ててはならないという教えがありまして、つまり墓石なんかもその考えでいきますと、本来はまあ現状は別にして、まあ違反していると。お墓の墓石を建てること。建てることです。じゃあどうしますか？埋めて更地？ですので、サウジアラビアなんかに行きますと、ちょっとした土の盛り上がりが並んでいるような、そういった状況です。まあ誰のお墓が誰のか全然わからないです。死んでしまえば本当にまさに一緒でして、3、4年前くらいにサウジアラビアのアブドラ国王という方が亡くなりましたけれども、まあその時にお墓があまりにもシンプルすぎて。結構メディアの注目をどの程度シンプルだったんですか？埋められているところの上にちょっと、盛り上がりがあるくらいです。で例えばじゃあその後に1年後2年後あるいは10年後とかにまたおじいちゃんのお墓だよみたいにご家族でこう行ったりすることもないお参りすることもないんですか？お参り墓地の訪問自体は進められているんですが、それは先祖供養とかそういうためではなくて、あくまでその死を思い出す。これは聖書的な価値観でも同じじゃないかなと思うんですが、人間は土から作られて、アダムは土から作られて、そしてまた土に戻っていくと。で自分もまたこのお墓の中に入って、で復活の日が来たらおそらく共有している世界観じゃないかなと思うんですが、復活の日が来たらそこから出されて審判の生産の場に集められると。死者に対して生前彼が犯した罪の許しを神様に請うとか、彼が天国に入りますようにとか、そういったお祈りはお墓だけではなくて日常的にお祈りすることが勧められています。それでむしろその家の中にご遺影っていうか写真だけがあるとかっていうことで十分ってことですか？普通は多分写真もないですね。お父さんおじいちゃん亡くなった写真とかも置いてこないんですか？普通は多分ないんじゃないかなと思うんです。おそらく近代になってから、西欧の方から入ってきた文化なんじゃないかなと思います。立場としてはその冠婚葬祭って言い方あれですけど、そういう立場の時にものすごくこう活躍する、イメージがどうしても多いですから特に亡くなった直後はもちろんでしょうけどその後とかもこう呼ばれることも多いわけですよね。でもあんまりなんですねそこは本質的には。葬儀今の日本の葬儀を作ったのは葬儀屋ですから。葬儀屋さんが作ったんですよ。明治以後。
ご紹介したら読んでもらいたい昔だって葬列ですよね、葬列をして自分の家から墓地まで葬列を作って歩いていくっていうことが葬儀だったんですよね。でもそれを、どっかのホールなんとかセレモニーのホールとかセレモニーのホールを使ってそこで何かセレモニーをすると、どこの宗教も葬儀社が作った。日本仏教だったらその江戸時代以降葬式に携わることになったんですけど、それまでは一般の人の葬儀には携わらないというのが仏教のスタンスです。誰に携わるんですか？坊さん同士の葬式だったら一応 OK なんですけど、実はその葬式用のお経なんてないんですね。だから無理やりなんか持ってきてるんです。こういう言い方してあれですけど、そうなんです、ないんです。ありもの生きてる人に対して説いたお言葉。なるほど、そうかそうか。死んだ人に対してないんです。だからこれでいいのかな、あれでいいのかな、多分つけてこう食う。今日はこれじゃあこれ言っとけばいいんだみたいな多分なんです。これじゃあ本質的にはですよ。じゃあそういうところの観光総裁的なところに呼ばれたりすることに関してはちょっとずれてきてるんですか？なんかそここそが一番のイベントじゃんって勘違いしてる人たちが多いでしょ。特に仏教なんかはすごい多いです。組織仏教って言われるぐらいそれが本当それが全ての内容と言いたいですけどね。っていうかそこはほとんど実は関係なかったってことですよ。そうですね。そんなにただそれを縁にして仏教を聞いてくださいとは建前上言ってますけど、ほとんどの仕事がそこで収益得たりとかしてますから大事にしてますけど、本当は多分違うんでしょうね。そうなんですね。葬式に携わるなってお生きてる釈迦さんは方への教えだったわけですもんね、本質的には。お釈迦さんはそういうことに携わるなとは言ってますから。そうなんですね。やっぱり人が死ぬっていうことが一番宗教性の強いというか高いというか事柄だと思うんですよね。で人が宗教について神についてとか仏についてアラーについて考える時っていうのは自分が生きるとか死ぬとか病気になったとか苦しいとか辛いとかやっぱりそういうもう自らの力ではいかんともしがたい何かの大きな力によって押しつぶされそうな時に初めて自分ではどうもできない何かっていうものを考えると思うので、そういう意味では死と宗教っていうものは非常に密接なものがあるし大事なところだと思うんですよ。ただセレモニーとしての葬儀っていうことに関してはそんなに大事にはしていなかった。なるほど、そうなんですね。本来ですね。でもやっぱりどっか勘違いしてきてますね。相当あると思います、その勘違いは。今日も葬儀してきたんでね、あんまり言えないですけど。そうですよね。それはある程度大事な納骨してるしね。そうですね。